どうも、おかず TV の時間です。今回はハイエースフロントドアの開閉時にドアが開きすぎてしまい、慌てたことありませんか？また、風で勝手にドアが閉まり、危険な思いをしたこと一度はあると思います。純正ハイエースのドアはそこまで使いやすくありません。そこで大活躍するのが、トヨタ純正部品で主に高級車に使用されているドアチェッカーに交換して不具合を減らしていこうと思います。部品の効果としては先ほどのオープニングのようなドアの開閉時、中間でドアが停止し不具合を未然に防止してくれる部品です。ハイエースに流用できると思われるドアチェッカー部品は複数存在し見た目も違います。さて、どうやって選定すれば良いのでしょうか？車の機能を理解し、良い部品を選定していきましょう。では、機能を理解するため、ドアチェッカーがどこに取り付けられているか、場所を検索してみましょう。なんだよこいつ。パワーウィンドウ部を拡大すると、ドアベルトモールという部品があります。パワーウィンドウを上下する際、ウィンドガラスはドアベルトモールに密着し、雨水など削ぎ落としているように見えますが、ウィンドウガラスとともに雨水などがボディ内に侵入していき、どんどんドアボディ内に溜まっていきます。しかし、安心してください。雨水の抜け穴はあります。まとめ。ウィンドウガラスより侵入した雨水はドアボディ内を通過し、矢印のようにドレン穴に向かい排出されます。ということは、ドアチェッカーは雨水などにさらされる過酷な場所に取り付けられていた。トヨタ純正流用ドアチェッカーの選定に戻りますが、雨水などの影響を考慮し、選定していきます。機能性的にも最適と選んだドアチェッカー部品の車種とは、おいお前、ドアチェッカーってなんだ？アルファード用ドアチェッカーです。部品の決め手はカバー付きドアチェッカーです。雨水などの通過をカバーで回避できます。ドアチェッカー可動部などに降り注ぐ雨水などの侵入を防ぎ、想定される動作不良、音鳴りなど対策できます。ドアチェッカーを購入際は取り付けナットが付属されていないため、事前の手配や準備が必要です。ナットの購入はホームセンター等での購入が可能です。必要な工具を言っていくよ。一般的なソケット電池を用意してね。その中にあるガジェットハンドルとエクステンションバー 75mm ソケットの10を使うかな。撮影ではディープソケット長さ 54mm の9とボールジョイントを使う予定。一般的なプラスドライバーを使うよ。テープは素手のマスキングテープか養生テープがいいね。ダイソーカッターがおすすめ。超いいよ。車を傷つけないロープ、紐、バンドなんでもいいよ。これがね、あると便利。マグネットピックアップツール。
上げましょう。
これがオチか、これが。バイバイ。またね。